こんばんは、新パイロットきよきよです。さて、今回はマイクロソフトフライトシミュレーター2024で使える無料のビジネスジェットをご紹介していきます。その名もフリーウェアウルトラロングレンジビジネスジェット、通称フリーウェア650-700です。航空ファンの方なら、このエレガントなシルエットと特徴的な大きな窓を見ただけでピンとくるはず。そう、世界中の経営者、セレブが愛用する究極の一機、ガルフストリーム G650、G700 です。今日はこの機体で何ができるのか、その魅力と特徴をサクッと解説していきます。まず、ガルフストリーム G650 とはどんな機体なのか。一言で言えば、速くてとてつもなく遠くまで飛べる機体です。最高速度はマッハ 0.925、航続距離は約 13,000km を超え、なんとあの大型旅客機、ボーイング787ラッシュ10をもしのぐ長距離性能を誇ります。例えば東京からアメリカのサンフランシスコへ飛ぶ場合、定期便よりも1時間近く早く到着することすらあります。日本からアメリカの主要都市はもちろん、ヨーロッパへもノンストップ、まさに地球を狭くする機体なんです。では、なぜこれほどの人気機体がこれまでマイクロソフトフライトシミュレーターに出てこなかったのか。それは航空業界でも屈指の厳しさを誇るライセンスの壁があるからです。ガルフストリーム社はブランド管理に非常に厳格で、ロゴや名前はもちろん、フォント一つ、形状一つとっても許諾なしには使えません。日本で言えば、某レースゲームにホンダの車が長らく登場できなかった事例に近い、非常にデリケートな世界なんです。このためアドオンもあえて名前を伏せ、開発者が慎重に公開に踏み切ったという背景があります。いつか出てほしいと思っていましたが、ようやく日の目を見ることができました。気になる再現度ですが、外観やアニメーションはできるだけ本物の機体に近づけたリアルさと軽快さを両立させる絶妙な塩梅です。特にこの機体の最大の特徴である巨大な楕円形の窓はしっかり再現されています。コックピットに入るためのエアステアも無料機でありながらしっかり装備されています。機体のライトもしっかり用意されています。なお、このライトについては、マイクロソフトフライトシミュレーター2024に最適化されているため、2020で飛ばす場合は少し眩しく感じるかもしれない点にだけ注意してください。コックピットを覗いてみましょう。実際の機体では、プレーンビュー2というガルフストリーム社が独自にカスタマイズした高度な統合型システムが採用されていますが、この機体ではライセンス回避と安定性のためにガーミン G5000 を搭載しています。中身はロンジチュードに近い馴染みのある方も多いかもしれません。ナビグラフで公開されている G3000 5000用のプラグインを使えば、シムブリーフのルートを読み込むことも可能です。オープンソースの機体でまだリリースしてから数日しか経っていないので、少しご愛嬌な部分もあります。ただそれでも日本から東南アジア、インドへの長距離フライトに耐えられるようになっています。現時点ではスイッチ類の約 80% は見た目だけのオブジェクトですが、ライトの操作など主要な機能は使えます。では実際に機体に電源を入れてみたいと思います。まだ高度なシステムが完成していないので、エンジンを始動させる場合はコントロールプラス E キーを押します。エンジンが始動すると計器が使えるようになります。では SIM ブリーフを使って
ルートを入れていきたいと思います。着陸ルート以外が読み込まれたので、ブロックを押し、アプローチに着陸するルートを設定していきます。ロードと OK を押してフライトプランに反映させます。入力できたら次は機体重量を設定していきます。Utilities、Weight and Fuel の順番で押します。ペイロードに乗客の人数と貨物重量を入力します。次はテイクオフを押して搭載燃料を設定します。これは FOB シンクを押すだけで OK です。最後にスピードバグズを押し、離陸用の速度をセットします。SIM ブリーフを使っている場合は、パフォーマンス計算機能を利用してください。大体の速度で構わない場合は、V1 を140、VR を145、そして V2 を150にセットします。この状態でオールオンを押してください。離陸にはフラップが必要ですが、この機体にはコックピットで操作可能なレバーはまだありません。コントローラーに割り当てを追加することで動かすことができます。他には着陸用のギアとスポイラーに割り当てを追加することをお勧めします。またオートスロットルも使えるようになっているので割り当てをお勧めします。アンチアイスをオートにして、見えにくいですがライトのナブとビーコン、そしてタクシーをオンにしておきます。パーキングブレーキをリリースし、滑走路へ向かいます。滑走路に到着して、ランディングライトやストロボライトをオンにしたので離陸していきます。145ノットを超えたら操縦桿を引きます。そして先ほど割り当てたランディングギアのキーバインドを利用してギアアップします。この機体を作成した制作者さんによると、まだ機体の挙動に関しては実際の機体と1対1で一致しているようなリアルな挙動にはなっていないとのこと。オートパイロットに関してもまだ未調整の部分があり、パイロットの監視が必要です。ある程度上昇したらオートパイロットを有効化、そしてナブとバーティカルスピードを押し上昇するようにセットします。最後に割り当てたオートスロットルを有効化します。L ナブ、V ナブが使える機体なので、複雑な手順が必要なルートを飛ばない限り、離陸から着陸まではサポートしてくれます。そして ILS を使った着陸も利用可能です。アプローチ速度については145ノットぐらいがおすすめです。着陸のためオートパイロットとオートスロットルを解除します。手動で操縦してみた感想としては、特に攻撃的な挙動はなく安定しています。機体が軽すぎず、少し重い機体を飛ばしているような感覚です。アプローチはやりやすい機体だと個人的に思います。コールアウトについては今のところないので、自分で感覚を合わせる必要があります。ここまでフリーウェア650、700をご紹介してきました。無料でありながら、ポイント A からポイント B までのフライトが楽しめる有意義な一機に仕上がっています。
いつかフライバイワイヤーのような巨大プロジェクトに成長することを期待しつつ、今は大人の事情を汲み取って、この素晴らしい機体を楽しみましょう。気になった方は概要欄のリンクからチェックしてみてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。